こんにちは、アンナです。動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画では私が客室乗務員になるために実施したこと、美容編をお話ししていきたいと思います。ゆるーくお話ししていきたいと思うんですけど、最後までご覧いただけると嬉しいです。その前になんですけど、見てください。私のコレクションですリカちゃん人形と泉ちゃんです。この2人は ANA のリカちゃんなんですけど、 CA 受験を目指している時に姉がモチベーションアップにつながるようにと買ってくれました。ちょっと寒そうだったのでお着替えしていってもらいたいと思いますまずはね、このリカちゃんめっちゃ可愛い。寒そうなのでお洋服着せていきます。なんか歴代の制服を着てるリカちゃんのセットがあるんですけど、めっちゃ高くて買ってないです。あとね、ANA 新しい機材出たじゃないですか、カメさんの。あの飛行機が出た時に確かね、リカちゃん人形販売されてたんですよ。欲しかったんですけど買いそびれちゃいました。他にもピーチ航空とかもリカちゃん人形販売されてたと思うんですけど、買いそびれちゃったんですよね。台湾かどっか行った時にピーチで行ったんですけど、機内販売恥ずかしくて声かけれなくて買えませんでした。今だったら買えるんですけどね、その時まだ大学生だったので恥ずかしくて買えませんでした。見て、急に冬服になりました。こんな上着も着せてみます。見て、かわいい後ろもね、なんかほら芸が細かいんです。で、お帽子をかぶってもらいます。かわいいあとね、これ何だと思いますか？これ1個しかなくて入ってたんですけど、何用かわかんないんですよね。足にしたらブカブカになるし、ウエストにしてもねちっちゃいんですよ。で、私の予想はお手手にこうやってくっつけて、こういう感じでロシアン風だと思うんですけど、皆さんどう思われますかこれ何用なんだろう、本当にわかんないです。でもまあまあ一旦これで。このリカちゃんもねすごいお気に入り。あんまないんだけど、ちょっとこれだけ巻いてあげようかな。どうですかかわいい。でこのリカちゃんは ANA のね何個か前の制服だと思います。見て、めっちゃリアル。ジャケットの下にもちゃんと制服、ブラウス着てます。ベルトもつけてるね、これ確かねエプロンもついてるんだけど、エプロンは実家に忘れましたで、冬用のコートもついてる。姉がね探すの大変だったって言ってたと思います。別にこの制服が好きとか多分言ってないんだけど、姉好みなんですかね受験のタイミングで ANA を買ってくるってことは、姉は ANA 派だったのかな。で、最後お帽子かぶせますどうやってかぶるのが正しいんだろう。斜めかぶり落ちそうだけど。よし、はい、少しだけ衣替えが終了しましたではこれからリカちゃんと共に動画をお楽しみください。実際に私が客室乗務員になるために美容関連で実施したことは、1つ目歯列矯正、2つ目ほくろの除去、3つ目皮膚科がゆい、4つ目がエステと高級な化粧品の使用、最後にその他をご紹介したいと思います。歯列矯正しました。ただもともと私は小学生とか中学生ぐらいの時から矯正をしていたので、改めて実施したことではないんですけど、私がもし歯列矯正をしていなくて納得がいく歯並びでなければ、客室乗務員になるために実施したと思います。もともと八重歯でした。なので何も言わずに母がもう矯正をさせてくれていたので、本当に感謝しています。ありがとうただね、リテーナーをつける習慣がなくてちょっと歯が戻ってしまいました。歯列矯正はした方がいいと思います。まあね、安いのもあるけど、なんか普通に通ったりすると100万円ぐらいするので、本当にお金かかっちゃうけどやることをおすすめします。日本の航空会社に関して言えば、歯並びがあんまり良くなくても受かっている人はいると思います。結構八重歯があったりとかこうガタガタしていても普通に CA になってる方いたので、それが合否に直接左右することはないんじゃないかなと思います。ただね、やっぱり外資系の CA の方って歯並び綺麗な方が多いので、やって損はないと思います。次、2つ目、ほ
ほくろを除去しました。ね、ちょっとどこにあったかわかんないんだけど、こことこことここに多分3つあって、それを取りました。写真あったら載せておきます。で、私がほくろを取った時は書類提出の多分 2,3 ヶ月前とかだったのかな。1個1万円で取りました。日系の航空会社だと別にほくろがあってもなくても多分いいと思うんですけど、外資系、特に中東とかはほくろって皮膚がんを連想させるみたいで、あんまり良くないっていうのを聞きました。実際わかんないんですけど、だからちょっとでも損したくないので取っておこうと思いました。別に気にならなかったので、取れるもんなら取っちゃおうと思って取りました。時期としては証明写真を撮る前にほくろは除去しました。一気にね3つ取ってもらえなかったんですよ。1個取って様子見、1個取って様子見ってやったからね、結構時間かかりました。でもね、あとはほぼないと思います。自分でもどこにあったかわかんないので。で、やっぱりほくろが大きかったりとか深いと感知するのに時間がかかるので、それはお気をつけください。ほくろを取ってから結構赤みが出るんですよ。なんかね、証明写真を撮るまでにその赤みが引かなかったので、コンシーラーとファンデーション濃いめに塗ってごまかしました。面接の時も多分コンシーラーは使ってるんですけど、目立たないようになっていたと思います。次、3つ目です。皮膚科に通いました。私ね、アトピー性皮膚炎なんですよ。これ動画を見てる方、アトピーの方いらっしゃいますか？生まれつき肌が強かったりとか、肌がね綺麗な方本当に羨ましいです。本当に乾燥するし、時期によったら痒くなっちゃうので、本当にアトピーは敵です。もともと皮膚科とかは通っていたんですけど、面接に備えて頻繁に皮膚科に通いました。で、いつも以上に保湿とか丁寧にしたりとか、お薬処方してもらったりとか、病院の先生に相談して6月に面接が開始されるんですっていうのを何回も訴えて、この1週間は絶対に肌をきれいにしていたいっていうことを言って、少し強めのお薬を服用していました。その時はね、やっぱり綺麗でした。病院の先生に相談することをおすすめします。アトピーだからアトピーだから受からないとか、肌に傷があるから受からないっていうことではないと思うんですけど、客室乗務員って採用の段階で身体検査があります。身長とか体重とか耳とか目とかいろんな検査をします。それは保安要員としてちゃんと働けるのかっていう意味で、身長とかいろんな検査があります。最終選考と身体検査が一緒の日にあります。半袖半ズボンっていう指定だったと思います。みんな髪の毛ってお団子をしています。なのでアップなんですね。ということで結構ね、もう見える範囲が見えるって感じですこれ言っていいのかわかんないけど言っちゃいます。お医者さんによる問診があります。で、その時にね、どこの航空会社とかは言わないんですけど、あなたアトピーねって言われたんですよ。あーってなりました。本当にもうね、ここまで準備してアトピーで切られるとか本当もうわーってなったんであれなんですけど、やっぱり首とか腕とか見る人から見たらもう普通に分かっちゃうし仕方ないんですけど、その時特に赤みとか本当になかったと思うんですけど言われました。結論、そこの会社も受かっているので、大手なんですけど、アトピーだから不合格っていうわけではないと思うんですけど、綺麗でいて損はないと思います。本当に保湿するとか、その時ファンデーション塗るとか、綺麗に見せる方法は模索しておくといいと思います。実際乗務する時ってスカーフを巻いたりとか、襟付きのブラウスを着たりとか、ジャケットを着ることを考えると首って隠れます。なので合格するために綺麗にすることをおすすめします。生まれ持った肌のせいで落ちちゃうとか本当にもうねって感じなんですけど、そういうこともあると思うのでお気をつけください。ちょっと熱く語っちゃったんですけど、はい、次4つ目エステとお化粧品にお金をかけました。私本当に乾燥肌とニキビで肌悩みが本当に多いんですよ。なんかね、アイシャドウとかは平気なんだけど、やっぱりファンデーションとチークは本当にね、お化粧品合う合わないがあります。最初は海外ブランドのディオールとかアルビオンとかちょっとハイブランドの化粧品もお肌に合ってたんですけど、ある日突然合わなくなって綺麗に乗らなくなったんですよ。低価格のファンデーションとかも合わないし、どうしようってことだったんですけど、ポーラの化粧品だけは合うっていうことはもう分かっていました。高いんですけど。ということで私は就活でお金結構なかったんですけど、全部ポーラで揃えていました。この化粧品だったら合うとか合わないとかもう実験する時間もないし、リスクも取れないなと思いました。一回肌が荒れちゃうと戻るのちょっと時間かかっちゃうので、もうね、お金は高くてもポーラを買おうっていうのは決めていました。で、私はね、こういうポーラのアペックスシリーズを使ってます。本当に自分に合う成分が配合されているので、アペックスで肌が合わないっていうことはないです。なので本当にお肌に悩みがあって一回試してみようってことであればポーラをおすすめします。私はポーラで
エステティシャンとして働いていたので、上司がエステはしてくださっていました。面接の直前とかはねしないんですけど、リフトアップここを上げたいとかであれば直前の方がいいのかもしれないんですけど、私はただただお肌の調子を整えたいっていうことだったので、ちょっと前にしてお肌を整えるっていうことをしていました。ただ高い化粧品を使うだけではなくて、早めに寝るとか規則正しい生活をするとかチョコレート食べないとか、そういった地味な積み重ねはしていました。でこの4つがメインで実施したことです。でまた就活するとすれば実施すると思います。はい、最後おまけなんですけど、めっちゃ地味でこれは他の人には何の影響もないかもしれないんですけど、お肌関連で私ね卓球してたんですよ。高校卒業してから卓球ほぼしてなかったんですけど、たまたま息抜きで友達に誘われて卓球しに行ったんですね。で私のラケットなんですけど、サーブ出す時にねここめっちゃ手首当たるんですよ。なんかやり方悪いんだと思うんですけど、こうやってね手首当たっちゃうんですよ。それでちょっとここ赤くなっちゃったんですね。しかも面接前ねでもサイズで言うとね 2×2 ぐらい、本当にそんな大きいものじゃないんですけど、あざというかちょっと赤みがありました。で身体検査でお医者さんの問診の時に指摘されました。これは何ですかみたいな。で卓球でみたいな言ってもなんかへーみたいな感じだし、全部ねカルテに書かれてるんですよ。ここ赤いとか、これはどうのとか、アトピーとかいろいろ書かれていて、その時にちょっとでもマイナスなこと書かれたくなかったんでいろいろ言ってみたんですけど、結論そうやって書かれてるので私は嫌でした。卓球しなきゃよかったっていうのは思っていました。卓球に限らずスポーツしてあざができちゃうとか、なんか手を切っちゃうとか、そういうことがあれば面接前はそういうのは全部控えた方がいいと思いますという感じで私が実施したことをご紹介しました。いかがでしたでしょうか。この動画でお伝えしたかったのは、歯列矯正とかほくろ除去を絶対した方がいいよっていうことをお伝えしているのではありません。私がお伝えしたいことは、所要期間と優先順位をつけるっていうことはポイントとして覚えていただきたいなと思います。例えば歯列矯正だと1年ぐらいかかってしまったりとか、ほくろ除去って言っても結局取ってから回復するまでに1ヶ月2ヶ月要するってことを考えると、面接までとか証明写真を撮るまで逆算的に考えないといけないと思います。なのでなるべく期間も考慮して実施することをおすすめします。でお肌に関してももちろん全身綺麗な方がいいと思うんですけど、最低限見える範囲というか見える順番でやることをおすすめします。スーツを着ていても見える場所、手とか膝から下とか、なるべく優先順位をつけて綺麗にしていくことをおすすめします。ということでこの動画を終わりたいなと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか。あと客室乗務員になりたい方向けにパート1からパート3の動画を出しています。ただねなかなかパート4を出せていないんですけれども、個別で質問などあればお答えするのでもう少々お待ちくださいませなんかね一人で喋っているとね何話せばいいか分かんなくて、なかなかね動画作ろうと思えていません。質問があればお答えしていきます。はい、という感じで動画を終わりたいと思います。最後になりましたがいつもご視聴ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。